ハロー、こんにちは、大家好、なるです。今日はみんなが大好きな焼肉を食べに来ました。今回は私の動画を編集してくれているみほさんと焼肉を食べに来ました。よろしくお願いしますよろしくお願いします。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日の動画では焼肉屋さんで使う会話やお肉の種類などを皆さんにシェアしたいと思います。ちなみに今回は和牛の焼肉屋さんです。和牛とは日本国内で育った牛で、特にいいと評価されているものを和牛と呼びます。和牛にもいろいろブランドがあって、有名なものだと神戸牛、近江牛などがありますね。ちなみに私の出身地山形県にも米沢牛や山形牛があります。早速メニューを見て何を頼むか決めていきましょう。今回は日本人のみほさんもいるので、日本人同士の会話もリスニング練習としてぜひ使ってください。それではスタート。イエーイイエーイ、焼肉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 。本日が肉の日なので、本日のみ限定でこちらやらせてもらってます。いや、ありがとうございます。はい、すいません。あ、何にしますか？何にしよやっぱり盛り合わせ。う。和牛7種盛り合わせ。和牛7種盛り合わせの2人前と和牛刺し。これ生で食べれるやつですよね。生食用について。そうだ。この和牛刺しは生で食べられます。この和牛ユッケもそうですよね。どう思う？わ、これウニ肉これすごい。生もちょっと1個いきたいですね。和牛肉寿司も食べたい。これもちょっと生ですよね。これを2人分頼んだら生も楽しめますよね。ウニも楽しめますよね。厚切り希少部位、牛1頭から1人前しか取れません。美味しそう。美味しそう。でも量はなさそう量が大事なら量でよくない？量にしますか？普通の牛タンにしますか？そうしよじゃあ牛タンとわーね、鶏豚ももちろんありますね。ここに中国語書いてありますよ。あ、そういうこと？そうですそうです。すごい。もうここに英語も中国語もすごいね、ちゃんと書いてあります。確かによく見たらここに本当だ。よく見たらここに英語と中国語どちらも書いてあるので、あ、いいね。すごいね。注文簡単ですね。このピンポンあるのすごいよね。そうなんですよね。外国だとすみませんって呼ばないといけないですけど、日本には呼び出しボタンがあります。用があるときはこのボタンを押してください。注文お願いします。この和牛盛り合わせの2人前で、タレがニンニク塩タレで、はい、お願いします。それから和牛肉寿司3種盛り合わせを2人分。それから牛タンを1つとナムル3種盛り合わせ1つとエゴマの葉1つで、ご飯セット2つください。で、飲み物がマッコリのお椀の方1つとザクロスの炭酸割りジュース1つ。はい、お願いします。普通日本のお店だとなんか注文した後にご注文ご確認しますってこう繰り返すじゃないですか。このお店なかったですね。なかった。ちょっと期待してた。前髪を作りました。がっつり前髪を作りました。もともとここまでこう前髪があったので、勇気が出ないから最初この辺にしてくださいって言ったんですよ。なぜか眉上っぽくされてあれみたいな、眉毛ギリギリとなっ
て今1週間ぐらいなんでちょっと伸びて眉毛隠れてあ、そうなんだ。じゃあだいぶ切られたの。セーフって感じなんですけど、ちょっと思ったより切られたんですよね。なんで前髪作ったの？一つはおでこ広いのがちょっと嫌だなと思って、特にここはいいんですけど、ここがなんかハゲてるみたいに見えて、なんかTikTok のコメントでおでこ先生って言われて、で前髪作った時の動画におでこ隠しちゃダメですよみたいな言われてはい、ありがとうございます。乾杯。わーい。先生お酒飲まないんですか？え？先生は先生呼びなんですか？なんで先生はお酒飲まないんですか？私お酒を飲みません。それアレルギー？いや、飲むと眠くなるんですよ。なんかお酒飲んだら楽しくなる人多いじゃないですか、私の場合眠くなってつまらないんですよ。自分がです。こちら和牛7種盛り合わせありがとうございます。ですね。すごい。超美味しそう。和牛7種盛り合わせが来ました。本当にニンニクそのまま乗ってますね。ニンニク好きですか？ニンニクすごい好き。わあ。焼いていきましょう。エプロンがあるのでエプロンつけます。牛タン、普通の焼肉屋さんより熱い。いやー、イエーイ。その焼肉あるあるだと思うんだけど、焼いた方がいい人、あんまり焼かない方がいい人。私生好きです結構。あ、私もそこだわりがありますよね。なんかこのトング種類違いますよね。多分どっちかが焼く用でどっちかが取る用、焼いたお肉を取る用ですよね。もう食べられると思います。食べましょう。私レモンタレ、私レモン大好き。これ焼肉のタレですね。ちょっとベタベタサラダからちょっといきます。サラダも美味しい。ドレッシング超不思議。美味しいけどない甘酸っぱい。牛タンでご飯を巻いて食べます。日本人って美味しい時震えますよね。多分なるちゃんだけど。そんな震えてる？みんな結構震えてますよ。何からいきますか？カルビを焼きます。ニンニク焼きますか？これこうやって焼いていいんですか？わかんない。やってみます。幸せ。その前髪作った理由がおでこはげるのがっていうのと、あと明日着物着て Vlog 撮るじゃないですか。前髪あった方が日本人の女の子を演出できるかなって思って。前髪作る作らないって結構な一大事じゃん。それを Vlog のために切ってくれたってこと？女優じゃん。で、私の彼からインスタグラムでこういうヘアスタイルいいんじゃないっていうのを送られて、それが前髪ありだったんですよ。で、彼も前髪あり見てみたいっていう3つの要素が重なって、じゃあ切ってみようという結果です。そう、でも短すぎてちょっと。でも可愛いけどね。ウクライナ人の女の子と話した時に何歳に見えるって言ったら17歳に見えるって言われ、本当は前髪でちょっと若返ったかなって思います。17歳に見えますか？和牛カルビいただきます。タレも美味しい。お肉も柔らかい。焼肉はテンション上がるね。焼肉はいいっすよ。すごい久しぶりに食べるかも。美穂さんは2年ぐらいヨーロッパにいて、最近日本に久しぶりに帰ってきたんですよ。久しぶりの焼肉ですね。でも和牛の焼肉食べたことあります？ない。わね、私も和牛の焼肉屋さん初めてです。
私と美穂さんはヨーロッパでセルビアで初めて会ったんですが、やっぱりヨーロッパのご飯は日本ほどそんなに美味しくないですよね。美味しくない美味しくない、はっきり美味しくないと思う。でも私ヨーロッパにいた時になんでヨーロッパの人ってご飯を追求しないんだろうって思ったんですよね。なんか美味しいものをどうしてこう研究しないんだろうみたいな。日本人って結構研究しません？美味しいもの美味しいもの美味しいものみたいな。フランスとスペインとポルトガルは美味しい。美味しい。私たち2人ともイギリスに半年ぐらいいたんですけど、ご飯はねやっぱりねちょっとなんか私イギリスの悪口みたいになっちゃうんだけど、イギリスは好きなんだよ。すごい綺麗な国だし、歴史もすごいし、ハリー・ポッターのねエジンバラはすごい楽しかったけど、ご飯に関してはびっくりするぐらいに私は美味しくないと思ってて、私の中でご飯の美味しくないって3種類ぐらいに分けられると思ってて、単純にまず口に合わないパターン、あと味が薄いパターン、あと単純にまずいみたいなパターンがあって、イギリスは味が薄くて美味しくないんだよね。味が薄い薄さだと思う。で、なんでその薄さかなって思ったのが、ポテチの種類を見たときにレディーソルテッド、すでにその塩が振ってありますよって言われたの、おそらく。でもさ、多分台湾の料理とかも日本の料理もそうだけどさ、大抵の料理って普通塩が振ってあるのよ。レディーソルテッドっていう言葉があることがおかしいと思う。確かにイギリスで中華食べた時に思ったのが、中国の人が作ってる中華がイギリスだと美味しくないんだよ。なんで？でもそれはもしかしたら日本で売られている中華料理が日本人の味に合わせた味付けになってるっていうのもあると思います。最初台湾に行った時に結構台湾の調味料とか匂いが結構きつくて無理かもと思ったんですけど、特に日本人八角の匂いかなが多分苦手で、でも台湾行くと結構いろんな料理に八角使われてるんですよ。日本人が行くような観光地では使われてなくて、本場っぽいお店だと調味料が使われてるので、それもあるかもしれないです。なるほどね。匂いとか。じゃあそれはイギリス人向けに味薄く作ってある。イギリス人向けにちょっとアレンジしたやつかもしれない。台湾の人は味薄いのが好き？台湾味濃いと思います。台湾の人よく日本のラーメンはしょっぱすぎるって言ってます。でも私たちスープあまり飲まないじゃないですか。飲んだら塩分取りすぎ、だから結構残すじゃないですか。でも台湾の人飲むからかな、なんかしょっぱいっていう人多いんですよね。飲む文化があるの？飲む人もいると思います。私は残しちゃう派。ちょっとこの和牛肉寿司を食べてみます。これ醤油とかもいらないんですかね？いただきます。出た。震えてる。本当にお刺身みたい。お肉というよりお刺身みたい。ずっと口の中に閉じ込めておきたいぐらいずっと噛んでおきたいぐらいで美味しいです。初めて食べました。ここで見たらもうあれみたいだね。マグロみたい。マグロみたい。どうですか？お肉じゃないみたい。お肉じゃないみたいです。でもなんかね、お肉じゃないみたいなんだけど、別にお魚でもないんだよね。お魚だよね。なんかあれに似てるなと思いました。貝割れじゃなくて白身魚のなんか4文字で「か」から始まる気がするんです。白くてしそとよく一緒に縁側全然かじゃなかった若干なんか縁側の食感に似てません？ちょっとコリコリしてるじゃないですけど、ちょっとしてる弾力があるというか、溶けるわけではないですけど、食感が気持ちいいみたいな美味しい。で噛んでるとね、お肉の味する。なんかあんまり噛まない時はなんかあんましないんだけど、噛めば噛むほどお肉っぽい。本当に肉寿司最高ちょっと次は少し炙られてる和牛肉寿司を食べます。やっぱちょっとチーズっぽい感じしますね。ご飯の握り方
もうやっぱりスシローのシャリとは違いますよね。お寿司のご飯の部分をシャリと言います。上に乗ってるのがネタ。ここのシャリ美味しい次は生のお肉とウニです。いただきます。あ、もったいない。口の中がもう贅沢すぎるで、安いウニ、そのスシローとかのウニとかしか食べたことないんですけど、全然なんかウニの嫌な匂いがしない、もう本当に滑らか。これはもう日本でしか食べられないでしょう。何食べても美味しい。ここれはもう和牛焼肉ですよね。あ、変えてもらえます？網。焼肉焼いてる途中でこの網が汚くなったら網を交換してもらいます。次何食べたいですか？ハラミ焼いていきます。今焼いたハラミは牛の横隔膜についている筋肉のことらしいです。特に肋骨側をハラミというらしいです。でも柔らかいです。なんか筋肉だからちょっと弾力があるのかなと思いきや、結構簡単に噛み切れましたね。美味しい。柔らかいのなんか種類が違うね。なんかしっかり歯ごたえもあって。なんかすぐ入ってきますね。なんか焼肉って時々こうちょっとガムみたいになっちゃうことないですか？安いお肉だと、なんか噛み切れなくて、なんかスーッと入ってきましたね。次どんどん焼いていきましょう。上カルビいきましょう。上カルビなんかさ、焼肉って結構ご褒美的な感じじゃん。確かに。台湾はどんな感じの食べ物をご褒美的に食べるの？その話題もやったことあるんですよ。なんかご褒美はありますかみたいな。例えばJLPT の試験終わったら、なんかご褒美で何か買いますかとか食べますかとか質問したことあるんですけど、なんかみんな特に考えていない？ケーキとかも食べたい時に食べる。なんか日本人って結構理由をつけて食べること多いじゃないですか。ケーキとか今日のプレゼン頑張ったからとか、なんかこう理由つけてカバン買ったりとか、理由つけて美味しいもの食べたりするじゃないですか。台湾の人たち多分基本的に食べたい時に食べる、買いたい時に買う、だからご褒美みたいな概念がそんなにないような気がします。誕生日に何食べるのって聞いたこともあるんですよ。日本人だとやっぱりお寿司とか焼肉とか食べるじゃないですか。ケーキみたいな回答なんですよ。ケーキ以外はみたいな。ケーキ以外はもうその時食べたいもの。火鍋が食べたいなら火鍋に行く、焼肉食べたいなら焼肉食べに行く。ある人はコメントで教えてください。和牛上カルビ。柔らかい。これも柔らかい。カルビの方がこのニンニクの感じありません？合うのかな？あっこい。ニンニクがニンニクそれ熱そう。噛んだ瞬間になりそうですね。めっちゃ美味しい。ニンニクが食べてない？食べてないです。なんかニンニクそのまま食べる勇気がなくて。ポテトみたいだよ。あんまり焦げてない方食べてみて。全然臭くない。全然ってことないけど。ポテトみたい。でしょ？あと5。私今カメラ買おうかちょっと迷ってるんですけど、そのカメラも YouTube で2万人いったら3万人いったら買うとか、誕生日に買うとか、目標とかそういう期限を日本人つけがちですよね。台湾の人からはあまり聞いたことがない。カメラは早く買えばいい。カメラ買います。いいカメラを3月中に買います。今日何日ですか？2月29日3月もう明日からですね。
台湾の人と日本人の人って、まあ、近いじゃない場所的には、なんか近いなって思うところとなんか違うなみたいなのがある。なんか違うはいっぱいありそう、違います結構。台湾の人の方が多分外交的。あ、そうなんだ。そうだよね。フレンドリーも友達の友達は友達、彼女の友達も友達、彼氏の友達も友達、みんな一緒にご飯に行く。外国人が好き特に日本人かな。日本人が好きで話しかけてくる、台湾の人いいですよ。あと干渉しない。あなたはあなた、私は私。いいね。だからなんか日本人ってどちらかというとちょっとこうアドバイスしたい感じ。こっちの方がいいよとか、こうした方がいいよ、こうすべきだよっていう人結構一定数いるじゃないですか、台湾ではそれがないし、まあ、その例として例えば好き嫌い、私玉ねぎとかネギとか嫌いなんですけど、台湾の人大人でも普通に好き嫌いあるんですよ。なんか私がネギ玉ねぎ嫌いって言ってもそうなんだぐらいなんですよ、日本だとなんかネギ食べられないのめんどくさいねとか言われたり、私言われるんですよ友達に。毎回注文するときにネギ抜きでお願いしますっていつも言うので、私とご飯に行くとめんどくさいねって言われたりするんですよ、なんとなく日本人とか好き嫌いはダメ、そんなんじゃ大人になれないよとか、大人になってまで野菜食べれないのとか、なんかそういうなんか目があるじゃないですか、それはなんか普通みたいな。いいね。そうなんですよ。台湾生きるのすっごい楽ですよ、天気がちょっと日本人って結構髪型とか外見とか化粧とか気にするじゃないですか、台湾に行くと湿気がすごくて家の中でセットしたものが外に行ったら1分ぐらいでもう終了するんですよ。だから台湾の女の人暑さで化粧取れちゃうんですっぴんの人結構多いです。あ、そうなんだ。化粧よりかはこうスキンケア、お肌をどう綺麗にするか気にしてる人が多い気がします。ヨーロッパ人と日本人はね違いますよね。ヨーロッパ人とね一括りにしていい、まあ、していいかわからないけどまあ全部の国じゃないと思うけど、なぜかみんな昼前ぐらいからカフェにいてご飯をゆっくり食べてる。いつ働いてんだみたいな。そうなんですよ。セルビアで思いました。いつ働いてるのと。セルビア人は働いてない説があるよね。ポルトガルもそうで、スペインも多分そうだと思うんだよね。日本って結構土日休みの会社が多いから、平日の昼間って結構空いてること多いじゃないですか、カフェでも、で土日がすごい混んでるみたいな。でもそうセルビアにいた時平日休日関係なく人がいるんですよね。どう社会が回ってるのかあの国だけは不思議だね、でもなんか人生楽しんでる感じがして、それはそういいなと思いました、今ヨーロッパ人の彼と付き合ってるんですけど、彼が友達と電話するときなんかもう出来事の0から100まで全部話してるんですよ。なんかわかります？しかもそれが日本人だったら友達と電話するのってこうなんか相談がある時とか、なんか大事なことがある時ぐらいじゃないですか。ほぼしないじゃないですか。本当に何かなんか迷ってる時とかじゃないですか。彼はもう毎日のように友達と電話してるんですよ。話す話題そんなにあるみたいな。ないんだけど。いやないよね。だからヨーロッパの人って娯楽が話すこと、こうやっぱ話すことがこうその人たちにとっての娯楽、だからそういう昼間っから喋ってる人とか多いのかな。日本人ってさ、電話する前にさ、電話していいですかっていう LINE をするんだよ。それもヨーロッパの人もなんかかけてみようってかけるじゃないですか。って思うよね。って思います。しかも連絡の電話だったらいいんですけど、おしゃべりの電話じゃないですか。向こうにも向こうの予定があるでしょみたいな。台湾の人は電話する？台湾の人と電話すると思います。仲がいい友達だったら。ヨーロッパの人みたいな感じで。ただのおしゃべりでそんなに電話してなかった気がします。台湾の人電話というよりどちらかというとなんか会う約束をよくする気がします。今日ご飯食べに行こうよ。今日暇っていうのもあると思います。なんか私台湾留学中に、台湾の女の子の友達ができて、でその日一緒に放課後夜ご飯食べに行ったんですよ、解散して、
で私が「今日楽しかった、ありがとう、また行こうね」って返すじゃないですか。でも日本人の「また行こうね」はいつですか？また行こうねはまた行こうね難しくない？また行かないパターンまであるじゃん。そう、また行かないパターンもあるしまた行こうねっていうのは社交辞令。あそう、また行こうねはもう楽しかったよを表す社交辞令みたいなものじゃないですか、だからまあ仲がいい友達でもまあ2週間後とか1ヶ月後じゃないですか、また行こうのまたは、そうだね。でもその台湾の女の子、日本語も全然ほとんど勉強してない女の子は、じゃあ明日はって言われたんですよ。最低1週間ぐらいだよね。最低1週間じゃないですか、うん明日はって言われて、明日は無理明日は無理。でも台湾の人たちはそれが OK ってこと多分それが OK なんですよ。しかも学生さんにももう2月も終わるので最近3月の予定何かありますかって聞いてたんですよ。日本人だったら次の月の予定っていくつか入ってるじゃないですか、台湾の人入ってないんですよ。まだ分かりません、多分友達と出かけますけどまだ決まっていませんとか、大きい家族旅行とか海外旅行とかある人はあるんですけど、その友達と会うだけの予定とか何か予約してますとかそういうのないんですよ。ないんだ。ほぼ聞いたことないです。時々ありますけど予定を立てない。それ日本人からするとすごい困るね。そうなんですよあ、これが最後が何ですかこれ短角和牛ロース。短角とは脂肪分が少ない赤身の高タンパク牛肉です。山形短角牛公式オンラインショップとかもあるよ。なんかここ山形牛使ってるのか、山形牛食べ放題とかそういうメニューがあったんですよ。私山形出身なので山形牛を推してくれてるこの焼肉屋さんを選びました。最後の和牛ロースを食べてしまいました。お腹いっぱい最後の和牛ロース弾力ありますね私なんかリップを持ってくるの忘れてすっごい血色がなくなってしまっている。これね、チークにもなるからね。手でペッペッペッってしていいんですか？血色良くなるよ。あ、お待たせしました。お伺いします。お会計ってどこで？はい。こちらでもできますし、レジでも。あ、じゃあここでお願いします。少々お待ちください。よろしい。はい。いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。はい。カードで済みますか？はい、お願いします。あ、領収書お願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。和牛、こんなに美味しいと思わなかったね。ごちそうさまでした。今回はちょっとゆるい動画でしたがいかがでしたでしょうか。焼肉を食べたいと思った人はグッドボタンをお願いします。今回の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあね。バイバーイ。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。日本人同士の会話をリスニング練習とちなみに私の出身地山形でも和牛じゃない